Meshtabi Season 5今回のMeshtabiは札幌板郷界隈7県です。それでは早速 Let's get it started. 1. Kitego Yorjo 9 Chuka Rio Lee and Ryu 厚別通り沿いにあります安龍さん。夜に伺うと常連さんで賑わってる。次々お客さんがいらっしゃるのね。しかも女性が多い。これは期待大でございますよ。女性が多いお店は大概美味しいですから。メニューはどれも食べたいものだらけ。&リーズナブル。しかし今回は視聴者さんが絶品というあんかけ焼きそばと豚玉飯ってやつをいただかにはなりませんからね。はい、あんかけ焼きそばも種類がいっぱいで迷ってしまう。決められなかったので、超可愛い子ちゃんスタッフおすすめの豚肉細切りあんかけ焼きそばを注文。おいちゃんは豚玉飯を。おやおや、豚肉細切りあんかけ中からてっきりチンジャオロース焼きそばかと思いきやピーマンなしよ。なんだね。そうなの。ちょっとショック。勝手にチンジャオロースがかかったやつだと思い込んでたから。思い込んだらヒューマン姉ちゃん。チンジャオロース大好きなんでね。それでは実食。優しい醤油ベースであんのとろみ具合も絶妙。細麺で食べやすいし、しっかり焼きも入ってて美味しいざんすね。おいちゃんの豚玉飯もあんかけだったよ。運ばれてきた瞬間、いい匂いオイスターベイスターズ。一口食べると中華っぽくない洋食系の調味料の味がほのかにするような、なんか知らない味がする。これね、優しい知らない味の中華料理だがうまし。グリーンなほじたじゃ分かりかねるでござる。これは食欲そそのかしスプーンが止まらない系でござるね。撮影がなければ3分で完食できそうな書き込み飯だ。撮影あっても4分ぐらいで食べ終わってたけどね。いやまさかよ、5分ぐらいじゃない、せいぜい。もっとゆっくり食べなさい。はい、これはいろいろ食べてみたいリーズナブルな中華食堂だね。四川麻婆も気になるし、あと五目あんかけも食べてみたいし、また来よう。ホールの超可愛い子ちゃんは一見の価値ありだしね。これって何かのハラスメントになります？技あり。 2. Kitego Sunjo 4 Hokali Pan 北郷の住宅街にひょっこり現れた小さなパン屋さん。その名もほっこりパンさん。閉店間際にお邪魔したのでほぼ売り切れチーンでございましたが、残り少ない角食の横に何やらオブジェのように丸い物体が。これは生きてるんですかと聞いてみると、はい、これも生きてるんです。れっきとした食べられるパンなんですと目をキラキラさせてお姉さんが丁寧に説明してくれました。ねえ、パン好きなんだね。パンへの愛情がひしひしと伝わってきます。だね。デニッシュ生地の中にヘーゼルナッツとイチゴのクリームが入ってるんだって。それにしてもどうやって作ってんだろうこれ。ねえ、人生で初めて見た。あまりにも丸いパンと三角バージョンもあるって言ったね。ピラミッドイメージなのかな。備えよ。クリームがちょっと甘めだったかなとは思うけど、パリしっとりの面白いパンに出会うことができました。店名の由来はひょっとしてひょっこりはんの韻踏んでらっしゃるんですかって聞いてみたら、いえいえ、違います踏んでませんよ。後からひょっこり出てらっしゃったんでね、ははははって笑ってらっしゃいました。ひょっこりとは言ってません。そうだっけ。お姉さんがほっこりキャラのパン屋さんでした。ほっこりパン。ほっこり。 3. Kitego Sunjo 12 Genmai Korbo Komeshin 視聴者さんからおすすめいただきました北郷にあります米新さん。こちらのお店、他に西野と西岡にもあるんですね。知りませんでした。週末は新米の試食会をやってるんですよ。だって。そうなんだ。じゃあそのために置いてあったんだ。もう9月は新米の時期なんですね。朝から皆さんお米を買いにいらしてますね。米を試食してから買えるってのはいいね。ご飯のお供的なものもいろいろ美味しそうなものだらけねえ。お米の種類も豊富だけどおにぎりの種類も豊富で迷っちゃう。さらにお米を3種類からチョイスナブルって贅沢ね。チョイスナブルは私たちの勝手に作った造語です。正しくはチューザブル、はい、その都度仕入れでおにぎりに合うお米を選んでるんだって。さすがはお米屋さん。今回は売れ筋おにぎりランキングトップ3をいただきます。意外なものが売れ筋になってて驚きましたね。ね。おにぎりランキング第3位、
たらこおにぎり。お米が美味しく炊けていて塩加減が絶妙。正直たらこってあんま興味がないグリーンだけど、これは美味しい。塩分控えめ、お上品なたらこ、それに雑穀米とも合いますね。また海苔が美味しいわ。たらこマヨネーズならまだしも、焼きたらこおにぎりは避けて生きてきたけれども、考え改めるべきだね。悔い改めよ。第2位、葉わさび。葉わさび美味しかったですね。これは売れるのわかるわねえ、びっくりたまげた美味しさ。白米部門では2位だけど、玄米部門では1位なんだぞ。危ない危ない。葉わさびおにぎりの美味しさを知らずにあの世に行くところだったぜ。大げさね。だって自分じゃ絶対選ばないもんな、葉わさびおにぎりって。確かに。第1位。そして栄えある第1位に輝いたのはこれだ。ワンツースリー、紅鮭。これは予想通りのナンバーワンね。やっぱ鮭は裏切らないわ。熊も大好きだからね、鮭。丁寧に手ほぐしされたふっくら鮭が絶妙。ほぐされてて食べやすい。こりゃうめえ。ちなみに梅はランク外でした。冷めたご飯の梅おにぎりも美味しいんだけどね。わかる。やっぱ日本のお米は素晴らしいですね。何でも日本製は優れていて高く売れるからさ。こんなに美味しいお米たちは世界で高値で取引されるべきだと思うよね。どんどん作って世界中に売りまくりゃいいんだよ。そうだそうだ。そしたら農業事業者さんが豊かになれる。世界から日本の米生産技術を習得しに外国人たちが働きに来る。美しい日本の田園風景も永遠に保たれるってね、簡単なことじゃないかね。4. Kitago Sanjo 4 Ramen Show Ryu。 1986年創業、北郷にあります老舗町中華昇龍さん。先客若者2人は仲良くチャーハンかっくらっとりました。チャーハンも人気なのかな。チャーハンいいね。ラーチャンセットでいただきたいね。なのよ。がしかし今回の任務はこちら、人気ナンバーワンのあんかけ焼きそば。視聴者さんからタレコミ情報いただいてましたんでね。そうなんです。厨房の天蓋もピッカピカ。期待が高まりますね。厨房が綺麗な店にまずい店はねえってね。はい、あんかけ焼きそば。うずらきたー。エビもイカもプリンプリン。塩味シャンタン系のあんですね。硬さもちょうどいい塩梅。塩シャンタンうまいやつじゃん。でも珍しいね、塩ベースのあんかけ焼きそばが人気のお店ってね。程よいしょっぱさで具だくさん。白菜シャキシャキ、麺は細めだから伸びやすいので早食い推奨。まあ猫舌なんで無理なんだけどもね。あんかけの早食いは難易度高いね。舌と上顎を失う覚悟が必要だ。なくなりゃしないけど、マジやけど。いつもやけどしまくりスティのグリーンなのでした。はい、名誉の負傷ね。これは美味しいあんかけ焼きそば情報いただきました視聴者さん、ありがとう。5. ニューヨーク Nango Dolly 14 Nango no Yu。 この界隈といえば南郷の湯さん。北郷じゃなくって南郷の湯だけどね。同じ敷地内にあった花丸うどんがなくなり、サバロク製麺所がいつの間にか懇親屋になってる。ほんまや、サバロク食べないうちに札幌から撤退しちゃったんだね。ほんとだね。でも懇親屋好きでしょ。好き。こちらの施設何度もご紹介しておりますが、札幌市内でかなりお気に入りのお風呂なんです。はい、何日か前水風呂が故障してたらしいんだけども、復活しててよかった。危ない危ない。相変わらず20秒は入ってられないキンキンで最高だ。あれもそうだったん。水風呂の故障ってどう故障するのかね。真夏でも14、5度の水風呂が超ありがてえ。水風呂バカにしやがって。真夏でも14、5度の水風呂が超ありがてえ。露天のスペースもゆったりだし、日ハム線もサウナでも露天でも見れるし、サウナから直接露天に出入りできるのがやっぱりいいわ。そういえば常連のおじちゃんは元気？それが最近見かけなくなっちゃってさ、なんかあったのかな。体調崩しちゃったかな。あら心配だね。で前の動画でああでもないこうでもないって喋ったからじゃない？まさかよ。でもサウナへの私物の放置は撤去しますって張り紙貼られてたね。こんなの貼ってあんの日本でここぐらいだよね。え、女子サウナは結構どこでも場所取り場は炸裂してるけどね。そうなの、考えられねえ。でも
洗えばキープじじいは後を絶たないね、男湯も。いるババアも。そういうことする輩ってどんな職業でどんな地位でどんな人生を生きてきたのかっていうのを調査してみたいね。なんで？興味ある？人間の生態について。なるほど。興味なし。6. Today's Katsu Curry. Kitago Sun Joe 13. Oji no Momonji. 安い、早い、ボリューミー、三拍子揃った1985年創業の北郷で愛されるお店。働くお父さんたちに大人気。昼時は駐車場びっちりですな。店名の由来が大将の名前に猛獣の猛って字が入ってて、大将の子供の頃からのあだ名らしいよね。ももんじが、なるほどね。ももんじってのは江戸時代に使われていた言葉で、イノシシや鹿、タヌキなどの獣肉のことを、これらの肉を売る店のことをももんじ屋さんって呼んでたらしいっす。ももんじ屋、初めて聞いた。月島の美味しいやつじゃないんだね。それはもんじゃだね。はい、カツカレー、シャバめのたっぷりルーが嬉しいですね。ちょっと甘いがしょっぺくねえのが嬉しい。バックバックいけちゃうカレーだ。カツは薄めだが揚げたてサックサク。カツカレーにはこういうカツの方がいいのさ。おいちゃんはね、がっつりももんじ系の強めのストロング系のテイストかと思いきや、味は優しいんだよね。ねえ、この間2人で行った時、後ろのごっついコンストラクション系兄さんラーチャン頼んでてさ、ラーメンのスープ一口飲んで優しいってしみじみ言ってたのが、これがまた優しいのキュンになっちゃった。そんなところでギャップ燃えてんじゃありません。これさ、カレーにラーメンスープがついてるのって嬉しいんだよね、おいちゃん的に。はいはい、塩っ気なしの町中華で出てくるチンタンスープね。そうそう、ここんちのしょっぺくねえから必要なかったんだけど、ほら、味がストロングなお店の場合、チンタンありゃカレーに混ぜて薄められっからさ。それはわかる。そば湯におけるそば湯、つけ麺屋におけるスープ割りね。そうそう、これはラーメン屋もカレー屋もあるといいなと思うおじさんなんでしたね。賛成。 7. Kitago Sun Joe 9. Coco Gelato Sapporo. 福岡糸島の農家さんとコラボで誕生したジェラートがここ札幌で味わえるってことでね。そうなんです。おいちゃん大好きデコポンジェラートがあるってんで一目散にやってまいりました。ところがですよ、なんと在庫切れチーン。一足遅かった。ここは全国の生産者さんとネットワークでつながり、たくさんのフレーバーを提供してくれるジェラテリアなんですね。はい、今回もいろんなフルーツいただきました。フレッシュフルーツに若干加糖されているかと思います。ナチュラルなのかな。ちょっと甘さがストロングな気がしますけれども、レモンは甘酸っぱい青春の味がしたね。青春、それは遠すぎて記憶が薄れる今日この頃。頭髪とともにうまいってなんで褒めてんの。甘夏とピーチパインが美味しかった。甘夏です。さて、願うデコポン復活。マジ美味しいよね、デコポン。はい、熊本へお出かけの際はぜひね。 Jikano Meshita Biwa. Gachi Day Mata Tabathai. Chitase Kaiwai Death. O Tano Shimi Ni. See you soon. ちょうどこの南郷の湯に行った時に、ちょうどこの時に日ハムデーゲームをやっててね、プロ野球も佳境に入りましてね、負けられない試合が続いておりますが、やたら負けております。最近日ハムはなんとも悲しいかな。もうね、サウナデーゲームでねやってた人はみんな気が気じゃないんですよね、野球がやっぱおっさんっていうのはね、みんな声出るよね。あ、そうなの。ナイスボールみたいな。そこ投げてりゃ打たれないよみたいな。ブツ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 みんな監督ね、全員監督だ。で甘いとこに行ったら「あっ!」とか言って「あっぶねえ」みたいな。楽しいね、おばちゃんたちはな、ゲームに興味ないからな。野球でハラハラし、サウナでカラッカラになり、見ない方がいいね。結果だけをねダイジェストで見た方がいいんだけど、ちょっとね、見ると負けちゃうジンクスもあるのでね、グリーンはなるべく見ないようにして。ていうか、その結果だけを見て負けて
ってもさ、うん、そんなには落ちないんだけど、ずーっと見てて負けられるとさ、あの時のゴレが結構メンタルやられるじゃないですか。はい、結構ストレス半端ないじゃないですか。確かに。なのでできるだけダイジェストで見るようにしてます。もう負けたっていうのが分かったらダイジェストすら見ないですけど。そうなんですよ。おじさん最近特にそうですね。佳境に入ってきてから、あれだね、恵庭の道の駅さ、二軍の誘致問題、ああ、署名活動ねしてた道の駅で、これどこに落ち着くのか楽しみですね。どこになっても、でもまあ町としてはあれだけど、でも千歳別苫小牧か、苫小牧、あと恵庭か、どこなんだろうね。でも、もうこうインフラがあるところの方がいいのかな。でも二軍線だったら車で行けた方がいいかもしれないね。駐車場豊富に取れるところの方がいいかもしれない。そんな公共の交通機関で行くっていう感じでもないもんね。北海道なら車で止めれた方がありがたいっていう、駐車場無料で見れるところが一番いいよね、多分。虫のいい話です。そうですね。日ハムの場合2軍も1軍片半分1軍みたいな選手の層の厚さになってきてるからね、見応えあるよね。みんなが気軽に見に行けるところだと嬉しいよね。1軍戦は、高いしなかなかチケットが取れなくなってきてるからね。もうね、今シーズンはやばそう。なんかいいでしょ、空の天気のいい日とかに野球見てるっていうのはさ、よく草野球やってるとおじちゃん見に行くんだけど。そうなんですよ。少年野球とかね、地方遠征行ってる時とかよく試合やっててね、野球場があるとね、やってるよって言ったら気づいたら勝手にもう球場行ってるもんね。折りたたみ相撲ってね、保護者かっていう感じで普通に見ちゃって前もよく犬の散歩中に少年野球やってるとずーっとそこに止まって犬に早く行こうよ父ちゃんみたいなまだ散歩しようよ、また野球かよみたいな顔してる。わかる楽しいよね、少年野球もね。なんか好きだよね。ほのぼのする、ほっとするっていう。